田中ラジオ。皆さんこんにちは、田中です。この田中ラジオを最低月に1回はアップしようと思っているんですが、1ヶ月ってあっという間に過ぎますね。皆さんはこの田中ラジオをどんな時に聞いていますか？朝とか夜とか通勤中とか通学中とか、もし皆さんがもっと日常的に聞きたかったら、少し時間を短くした田中ラジオのシリーズも作ろうかななんて思っているんですが、よかったらコメント欄で教えてください。さて、先日、田中ラジオのリスナーの方からこんなお便りをいただきました。私は今までアニメや漫画で日本語に触れてきました。でも最近日本語の文法を勉強していて、アニメの表現と結構違うことに気づきました。アニメの日本語は実際の日本語と全然違うんですか？こんなお便りでした。アニメや漫画で日本語の勉強をできるのかできないのか、これはたくさんの日本語学習者の方が疑問に思うことだと思うんですが、今日はそのことについて私の考えを少しお伝えしようかなと思います。アニメや漫画で日本語の勉強できるかできないのか。結論から言うと私はできると思っています。私は日本語がネイティブなので、自分自身がアニメや漫画で日本語を勉強したわけではなくて、知らないうちに日本語を習得していたので、私の実体験ではないんですが、実際に海外の方でアニメや漫画で日本語をマスターした人を何人も見たことがあります。それにアニメとか漫画とか自分の好きなもので日本語を勉強した人は日本語を習得するスピードもすごく速いなと感じます。ただアニメや漫画で日本語を勉強するときに少し注意した方がいいポイントはあると思います。それはアニメや漫画の日本語と実際の会話で使われる日本語に少し違いがあるということです。具体的にどういうふうに違うのかというと、アニメや漫画ではそのキャラクターの性格とか特徴を魅力的にとか面白く描くために少し変わった喋り方をすることがあります。例えばそのキャラがよく使う口癖みたいなものを持っていることがあります。例えば私は集まれ動物の森というゲームをやっているんですが、その中にタヌキチっていうタヌキのキャラクターがいるんですね。タヌキチはいつも言葉の最後にダナモっていう言葉をつけるんです。例えば、今日はいい天気ですじゃなくて、今日はいい天気だなもみたいな感じで話すんですが、それを実際の会話で使う人はいないんですけど、そのタヌキチだけの口癖があることで、そのキャラの魅力がより伝わるというか、キャラのユニークさが生まれると思うんですね。こんな感じで実際の会話では使わない日本語を使うことがあるので、それを実生活で使うと少しアニメっぽい、漫画っぽい表現だなと思われると思います。それが悪いことというわけではないんですが、目上の方に話すときとか、フォーマルな場でそういう言葉を使うと失礼になったり、本当は自分はそんな性格ではないのに誤解を与えてしまうことがあるので、使う場所は少し注意が必要かなと思います。それでもやっぱりアニメや漫画が好きで、そういうもので日本語を勉強したいと思っている方はたくさんいらっしゃると思います。そこでアニメや漫画で日本語を勉強するときのコツをお話ししたいと思います。私が語学を勉強する上で大事だと思っていることは、基礎と応用をしっかり分けて考えることです。例えば、教科書で学ぶ日本語が基礎。
実際の会話の日本語やアニメ、漫画の日本語が応用という感じで、まずはその基礎の日本語、教科書の日本語っていうのを一旦一通り学ぶのをおすすめします。アニメや漫画の日本語は基礎の日本語、教科書の日本語を変えたり崩したりした表現がたくさん使われているので、アニメや漫画の日本語をそのまま覚えるんじゃなくて、そのフレーズを教科書の日本語、基礎の日本語で言うとどんな表現になるのか、そのフレーズの中で使われている文法や漢字や単語をピックアップして学ぶっていうのが身につきやすい勉強方法かなと思います。それから、これはアニメや漫画だけではなくて、教科書に出てくる日本語の例文や、私の動画で使っている日本語の例文にも同じことが言えるんですけど、例文の中には自分は一生使わないものもあると思います。例えば、私は田中ですっていう例文をそのまま覚えても、田中っていう名前以外の人は、その例文は一生使わないですよね。それから、私は唐揚げが好きですっていう例文があった時に、唐揚げが嫌いな人はそのフレーズをそのまま使うことはありませんよね。なので、例文をそのまま覚えるんじゃなくて、自分流に変えて覚えるのをおすすめします。例えば、私はメロンが好きですとか、私は寿司が好きですとか、そうやってフレーズを少し自分流にアレンジして覚えるのがおすすめです。最後に、アニメや漫画で日本語を勉強したいっていう日本語学習者さんはすごく多くて、もしかしたら日本語の先生によってはアニメや漫画じゃなくて教科書で勉強しなさいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私個人的にはアニメや漫画で勉強したいっていう方を応援したいなと思っています。なぜかというと、やっぱ好きなもので勉強するのが一番身につきやすいって思うからです。それは私自身も経験したことなんですけど、私は学生時代から長い間英語を勉強していて、大学受験の時は英語の難しい長い論文を読んだり、日常生活で使わないような単語を一生懸命覚えたんですけど、受験が終わったら結構すぐに忘れてしまったんですよね。でも受験が終わった後にアメリカのフレンズというドラマで英語の勉強を始めてみて、で、私はそのドラマがすごく好きだったので何度も何度も繰り返し見たんですよね。そうすると受験で学んだ英語はすぐ忘れてしまったけど、自分の好きなドラマで学んだ英語は今でもすごく覚えていて、やっぱり好きの力ってすごいなって思いました。何か夢中になれるものを見つけられない人も多い中で、好きなものに出会えたっていうのはすごく素晴らしいことだと思うので、好きなアニメや漫画がある方は少し勉強の仕方を工夫しながら、ぜひ楽しみながら日本語を勉強してみてほしいなと思います。はい。ということで今日はアニメや漫画で日本語を勉強することについてお話ししました。今回もこのエピソードに出てきた単語やフレーズをいくつかまとめてピックアップして PDF を作りました。あとトランスクリプトの PDF も別で作りましたので、概要欄のリンクからチェックしてください。お知らせコーナー。先日も YouTube でお伝えしましたが、9月に新しい本、オノマトペフレンズを出版しました。これは以前私がセルフ出版していた2冊をまとめて1冊にした本です。オノマトペフレンズは本当に小さいプロジェクトとして始まったものなので、それが今日本全国の書店で見ることができるのはすごく不思議な気持ちです。海外でも紀ノ国屋さんとか日本の本を扱っている書店では注文ができるそうなので、お近くの本屋さんに問い合わせていただけると嬉しいです。
お便りコーナー。今回も田中ラジオに送っていただいたお便りを一つ紹介します。今回は中国のすみきさんからです。最近日本で仕事を探していますが、ずっと緊張しています。その時、田中ラジオを見つけました。ラジオの声と話の内容に癒されて、心がなんとなく落ち着いてきました。ありがとうございます。と送っていただきました。今、就職活動中ということですかね。私も就職活動をしていた時、毎日面接に行ったりして、心が休まる時間がないというか、ずっと緊張していたのを覚えています。すみきさんの場合、日本で仕事を探されているっていうことで、海外で就職活動をするのはもっと緊張することだと思います。そんな時にこの田中ラジオで心が落ち着いたと言っていただけて、私もすごく嬉しいです。就職活動の中で緊張したり、不安になったり、心配になったりすることはこれからもあるかもしれないんですが、そんな時にまたこの田中ラジオを聞いて、少しでもホッとする時間を過ごしていただけたらと思います。はい、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。